にちは。日本語クラブポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者から上級者の皆さんを対象に日本語や日本文化や習慣、最近のニュース、そして私自身の体験談など楽しく学べるコンテンツをお届けします。このポッドキャストでは自然なスピードで語彙コントロールをせずにお話しします。日本語の勉強を始めたばかりの方や初級者の皆さんも日本語の音に耳を鳴らすためにぜひ聞いてみてください。今回のテーマは日本の卒業式と文化です。2月も後半に差し掛かり、そろそろ卒業の時期ですね。日本では3月に多くの学校で卒業式が行われます。特に中学校や高校、大学の卒業式は学生にとって重要な節目です。まず、日本の卒業式の一般的な流れをご紹介しましょう。卒業式は厳かな雰囲気の中で行われ、最初に国歌が演奏されます。その後、校長先生の挨拶や来賓の祝辞があり、卒業生一人一人が卒業証書を受け取ります。卒業生代表が答辞を述べます。卒業証書の受け取り方も特徴的ですね。特に中学や高校の卒業式では、証書を受け取る際に右手で受け取って左手を添え一礼するという所作が一般的です。これは日本の伝統的な礼儀を大切にする文化の一部ですね。日本の卒業式では卒業生や在校生が歌を歌うことが多いです。代表的な卒業ソングは仰げば尊し、旅立ちの日になどが挙げられます。これらの曲は卒業の寂しさと新しい旅立ちへの期待が込められていて、多くの人にとって思い出深い曲となっていますね。また、日本の中学校や高校の卒業式には第2ボタンを渡すという独特の文化があります。第2ボタンとは制服の一番上から2番目のボタンのことです。このボタンを卒業式の日に好きな人に渡すと思いが伝わるという習慣があります。なぜ第2ボタンなのかというと、第2ボタンが心臓に一番近い位置にあるので、大切な人へ思いを込めて渡すという意味が生まれたと言われています。最近ではこの文化も少しずつ減ってきていますが、今でもドラマやアニメなどで描かれることがあります。そして日本の小学校や中学校、高校では制服を着て卒業式に出席します。一方で専門学校や短大、大学では女性は袴を着ることもあります。袴は日本の伝統的な衣装の一つで、特に大学の卒業式では人気があります。男性はスーツを着ることが一般的ですね。ここで卒業に関する日本語をいくつか紹介します。一つ目は旅立ちです。卒業は新しい人生のスタートでもあります。旅立ちの時が来たというように未来に向かって進む意味で使われます。二つ目は門出です。これは新しい生活の始まりを意味する言葉です。例えば、卒業は人生の新たな門出ですということができます。三つ目は卒アルです。これは卒業アルバムを省略した言葉です。卒業アルバムは学校生活を送る中で撮られた写真や学生の顔写真が載ったフォトブックです。文化祭や体育祭、修学旅行で撮られた思い出がたくさん詰まったアルバムですね。卒業アルバムの最後にはメッセージを書き込めるページがあって、友達や先生にメッセージを書いてもらう習慣があります。最近ではインターネットの普及によってこの卒業アルバムを悪用する人もいるそうで、卒業アルバムを廃止する学校もあるそうです。はい、ではここで私の学生の頃の卒業式の思い出を少しお話ししようかと思います。
第7回のポッドキャスト、日本の花粉症事情でもお話ししたように、この時期はスギ花粉がたくさん飛んでいます。なので私の卒業式の思い出といえば、この花粉症との戦いです。卒業式は厳かな雰囲気で行われるので、くしゃみをしたり、鼻水をすすったりするのに抵抗がありました。そしてマスクを着用することも許されなかったので、制服のポケットにたくさんポケットティッシュを入れて、卒業式が終わるのを今か今かと待っていました。はい、感動的なお話ではなくてすみません。日本では卒業式は人生の大切な節目として多くの思い出が詰まったイベントですが、皆さんの国ではどうですか？卒業式に特別な習慣はありますか？ぜひコメントやメッセージで教えてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。